北九発信バラエティ京子とグッピーの共有チャンネはい、よろしくお願いします。ル。よろしくお願いします。まおちゃん、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はまおちゃんがね、まずどんなお店をしてるのかっていう、お話をね、ちょっと深掘りできればなと思ってるんですけど、はい、中島っていうね、エリアでお店をされたということで、ちなみにそのお店はどういうお店を作ったんですか？どういうお店、テーマは和で、なんか和風の、和装で立ちたかったっていうのが一番にあって、それでこうじゃあ和風の雰囲気にしようと思って。お店の形態としては何になるのかな？バーになるのかな？一応カフェバーっていう感じで、飲まないお客さんも全然、飲まないも OK、飲むも OK みたいな感じにしてます。この間ね、一回京子さんもね、はい、連れてって一緒に行きましたよね。もらって、もう素敵な空間で。これは結構日本酒だけじゃなくて、何でも置いてるので、ウイスキーもジンも全部オールジャンル置いてるけど、全部国産のお酒のみを扱ってるっていう感じですね。あとね、俺ちょっと聞いてみたいのが、あのエリアって、例えば京子さん飲み行ったりする？いや、それがね、やっぱなかなかちょっとね、駅から小倉駅から離れとるんで、結構ご飯屋さんね、下のイタリアンとか、他焼き鳥屋がちょんとあったりとか、なんか人気のカフェとかもね、点々とあるんやけど、なかなかそういうところに予約して目的が持っていかないと、ふらっと行く感じのエリアじゃないよね。確かに。本当でもなんか隠れ家的なね感じでいいなと思ったし、単身赴任の人とかが結構あの辺住んでる人が多くて、そっかそっか。はい、なのでそのご近所さんとかが来てくれる感じですね。いやもう本当こだわりがある内装雰囲気で、またね香りもいいんよ。ね、チャコール書いてて。そうですね。なんかこだわってて、出したらキリがなくなっちゃって。お金もかかるしね。いや、そうなんです。どこでこう折り合いをつけようみたいなんですね。でも多分そういうところってね、やっぱ京子さんのお店やってる分、そういうちょっとしたね、小物というか、扱うものにはやっぱ目がいくよね。ちなみに真央ちゃんが自分のお店で、例えば素敵な好きななんか場所とか、ここからのこのお店綺麗でしょとか、なんかあるの？そういうおすすめ席とか。席ですか？カウンターに着物の生地を入ってるので、あれをこうバーッとこう見れるがいいですね。のがいいかな。かわいいね。私思ったのは入り口付近のカウンターの眺めがいいなと思いました。窓側ってテーブルもあったよね。そうです。テーブルも一席あります。ちなみに真央ちゃんはお酒はそんな飲めないんですよね。そうです。割と体質的に強くなくて。強だけどね。めっちゃ感じ。めっちゃ焼酎ロックとか飲んでそうって言われるんですけど。そう、焼酎ロックなんですよ。一番好きなお酒カシオレなんですけどね。もしくは青森の。それ美穂ちゃんがあるよね。全然そんなの飲んだらもう多分営業できないです。でもだからこそなんかこう飲まない人もちょっと来れるような感じにしたいなと思って、なんか飲みの場の雰囲気はすごい好きなので、でこうカウンターでお客さん同士がねつながっていくのも面白いなと思うし、そうですね。それが北九州やっぱそうです。そういう温かいなんですけどね、多分都会ではなんかこう仲良くとかないでね、よくお客様から聞いて、でもこっちはなんかお客さん同士で仲良くなったりするから、いろんな人と話ができるから面白い。合う合わないもね、ありますよね。ありますけど、真央ちゃんは耶馬渓出身で、大分県から耶馬渓は耶馬渓でさ、すごい魅力的なさものがいっぱいあるんやけど、どっちかというとやっぱ観光地というか観光スポットのイメージ。やっぱね、山と自然が多い、だいぶ
生活する感じは小倉とはまたね、違うだろうし、でも実際こう小倉北九州に長いこと住んで、真央ちゃんから見る北九州ってどんな街だと思う？あまあすごい田舎から出てきたので、もう大都会に感じて私はなので、まあ、博多とか行くとちょっと都会すぎて、すぎるだからもう私もこれがちょうどよくってなるほどね。はいいやほんとちょうどいいもんね、何でもあるし、うんもうコンパクトに、特に小倉とかこう歩いて行けるコンパクトなうん場、なんかいろんな、そうそうねそこに歩いて行けるが入る、そうなんですよ、全然こう動き回らなくていいというか、でもすごい住みやすいです、もう10年ぐらい経つんですけど、真央ちゃんは大学もね、はい、こっちで過ごして、そのまま今こっちにね、自分で授業をしてるっていうところですけど、なんか嬉しい。いや私からしたらね、私はずっと小倉だから、でそうやって小倉に来て大学でそのままっていうのがなんか私すごく嬉しい、こっちにずっと住んでる身からしたら、そうね、そうね、そうやってなんかこう夢と希望を持った若い子たちをこう、ね、支援するようなこう街になってほしいというか、市になってほしいというか、本当そういう世代が結構大事で、そうよ、だって今北九州今お年寄りが多いから若い子たちにね頑張ってもらうっていう、そういうあれをね力入れてほしいなとね。結構街の人があったかかったからっていうか、そこのつながりがもうできちゃったから、離れがたかったっていうのはあります、結構。ああ嬉しいね、それはね。接客業でやっぱこういろんな人と会えるので、なんか自分が知らない世界をこう持ってきてくれるじゃないですか。それがすごい醍醐味だなと思ってて、それが楽しいし、なんか経験した気になれるっていうか。そうなんですよね、話聞くだけで。なんか多分すごく人に興味があるんだろうなっていうそういう性格よね。そうですね。だから多分さっきもね、飲めないけどそういう場が好きというか、なんか人とコミュニケーション取るのが好きだったり、なんかそういう性格やもんね。じゃあ今回はね、カフェ&バーリーナのスイ、真央ちゃんに登場していただきました。ありがとうございました。ありがとうありがとうございます。お店は何時から営業やったんですか？5時半、夕方の5時半から24時ぐらいまでやってます。で、お休みが日曜日。席が何席あるんですか？カウンターが6席とテーブル4人、全部で10席。で、また今後もちょこちょこお願いすると思いますけど、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。さよなら。ぜひ行ってね。いつかかる前か、本当？みたいな。1日半。